人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめに熱気球中に遭難する事象とは？熱気球はバーナーで加熱された空気を利用して上昇し、風の力で移動する航空機です。観光や冒険の一環として世界中で楽しまれていますが、風任せの移動という性質上、天候や風の影響を強く受け、予期しない方向に流されてしまうことがあります。これが原因で、乗員が予定していた着陸地点を見失ったり、燃料切れや天候の急変によって操縦不能になるケースが発生します。熱気球中の遭難とは、次のような状況を指します。強風に流される風の強さや方向を完全に制御できないため、強風に煽られてコースを外れ、遠くまで流されることがあります。特に山岳地帯や海上で風に流されると、着陸が困難になる危険があります。燃料切れバーナーに使うプロパンガスが切れると、気球は加熱できずに高度を保つことができなくなり、緊急着陸を余儀なくされます。天候の急変、天候が急激に悪化し、雷や嵐、視界不良などが発生すると、安全な飛行や着陸が困難になります。機械トラブル、バーナーやゴンドラの故障により、操縦ができなくなり、制御不能の状態で風任せに漂流することがあります。遭難する場合、乗員が風や燃料、天候などを十分に考慮せずに飛行計画を立てたことや、緊急時の対応に不慣れであることが原因となる場合があります。2、熱気球中の有名な遭難事例。事例1、エジプト・ルクソール。2013年、エジプトの観光地ルクソールで発生した大規模な熱気球事故が広く報道されました。強風と操作ミスにより、気球が制御不能に陥り、墜落した事件です。この事故では、多くの観光客が命を落としましたが、風の影響とパイロットの適切な対応が鍵となることが再認識されました。乗客の一部はゴンドラから飛び降りることで、助かることができたという証言もあり、緊急時の判断が生存に直結することがわかります。事例にアメリカ・アリゾナ州。2016年、アリゾナ州で行われた熱気球ツアー中に突風が発生し、気球が予定していたルートから外れて荒野に流されました。操縦者はゴンドラの重量を軽減し、低空飛行を試みたものの、強風の影響でコントロールを失いました。最終的にゴンドラは木々に引っかかり、乗員は無事でしたが、緊急着陸時の判断と対応が命を救う要因となりました。事例3、中国・河南省。2019年、中国河南省で観光用の熱気球が風に流され、予定していた着陸地点から大きく離れてしまった事例があります。操縦者は風の変化に対して対応が遅れ、燃料切れの状態でゴンドラが不安定な場所に緊急着陸しました。この事件では、数名の乗客が負傷しましたが、操縦者の適切な緊急対応と乗客の冷静な行動が生還の鍵となりました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、50代男性遭難期間2時間。50代の男性がフランスの観光用熱気球ツアー中に突風で予定していた着陸地点から外れ、ゴンドラが森林地帯に着陸しました。操縦者は燃料の残量を考慮して高度を持ちながら低空飛行で安全な場所を探しました。
最終的に木々の間にゴンドラを安定させ、乗員全員が無事に着地しました。適切な低空飛行と燃料の管理が生還の鍵でした。2、エピソード2、40代女性遭難期間3時間。40代の女性がアメリカの州立公園で行われた熱気球ツアー中に天候が急変し、視界不良の中で風に流されました。操縦者は冷静に状況を把握し、低空飛行に切り替え、最終的に緊急着陸しました。この間、女性はパニックにならず、操縦者の指示に従って安全に避難しました。3、エピソード3、30代カップル遭難期間5時間。30代のカップルが熱気球で山岳地帯を飛行中に風向きが急変し、予定していた着陸地点を見失いました。燃料切れが近づく中、操縦者は重量を軽減しながら低空で風に逆らわず流され続けました。最終的に平地に着陸し、救助隊に無事救出されましたが、彼らは冷静に指示に従い、体力を温存することが生還につながりました。4、エピソード4、60代男性遭難期間8時間。60代の男性がオーストラリアの荒野で熱気球に乗っていた際、強風に煽られて遠くまで流されました。燃料が尽きた後、気球はゆっくりと高度を下げ、最終的に砂漠地帯に着陸しました。救助されるまでの8時間、彼は水分補給を心がけ、ゴンドラ内で風を避けながら待機しました。5、エピソード5、20代女性遭難期間12時間。20代の女性がニュージーランドで熱気球ツアー中に天候が急変し、風に流されて海上に漂流しました。燃料が切れたため、風に流されながら徐々に高度が下がり、最終的に海上に着水。ゴンドラが浮力を持っていたため、救助隊が到着するまで12時間耐えることができました。6、エピソード6、30代男性遭難期間1日。30代の男性が熱気球での冒険飛行中に山岳地帯で遭難しました。風に流され、燃料が尽きた後、木々に絡まりながら低空でゆっくりと着陸しました。彼は無線で救助要請を行い、1日後に救助されましたが、パニックにならず通信手段を維持したことが生還の鍵でした。7、エピソード7、40代夫婦遭難期間2日間。40代の夫婦がアフリカのサファリ地域で熱気球中に風に流され、予定していた着陸地点から遠く離れた場所に漂流しました。燃料が尽きた後、荒野に着陸し、2日間にわたって水分と食料を節約しながら救助を待ちました。最終的にヘリコプターに救助されましたが、彼らの冷静な判断と耐える力が生還につながりました。4、事象を克服する技術と方法。1、低空飛行の技術。熱気球の高度を制御するために、燃料が限られている状況では低空飛行が重要です。低空での飛行は、地上の状況を確認しながら安全な着陸地点を見つけるのに役立ちます。エピソード1のように燃料を節約しつつ低空で。1、低空飛行の技術続き。飛行することで木々や建物の影響を避け、広い平地や空けた場所に着陸することが可能になります。エピソード1のように燃料の残量を考慮しながら低空を保つことで、コントロールが失われても地上での障害物を避けながら安全に着陸する準備ができます。2、風向きと風速の読み方。熱気球の操縦は風任せの部分が大きいため、風向きと風速を正確に読むことが重要です。風向きが変わる兆候を察知し、早めに高度を調整して対応することが必要です。エピソード3のカップルが風向きの変化に合わせて行動したように、パイロットは風を読み取り、安全な場所へ向かうための工夫が求められます。3、緊急着陸技術。燃料が尽きる前に、できるだけ平坦で障害物が少ない場所を見つけて着陸することが重要です。ゴンドラが安定して着地できる場所を探しながら、早めの着陸準備を進めることが求められます。エピソード2のように、操縦者が冷静に低空飛行を持ちつつ、安全な場所を見つけた場合、
無事に着地する確率が大幅に上がります。4. 燃料の節約。熱気球での遭難時、燃料は命をつなぐ重要な資源です。風に流されている間でも燃料を無駄に消費しないように注意し、バーナーの使用を最小限に抑えることが求められます。燃料が尽きてしまうと気球は制御不能になり、非常に危険な状況に陥るため、燃料の節約と管理は非常に重要です。5. 適切な体重管理。ゴンドラ内の重量が多すぎると気球が必要以上に早く高度を失い、緊急着陸が困難になることがあります。燃料切れや制御不能が近づいている場合、乗員はゴンドラ内の重いものを捨て、ゴンドラを軽くして高度を保つ努力を行うことが必要です。エピソード3のように適切な重量管理が安全な着陸につながることがあります。6. 通信手段の確保。熱気球が予定外の場所に流されてしまった場合、最も重要なのは救助を呼ぶための通信手段を確保することです。エピソード6のように無線や携帯電話を使用して救助要請を行うことで迅速に対応してもらえる可能性が高まります。GPS や衛星電話を使用して自分の位置を知らせることが非常に効果的です。7. 天候予報の確認。天候の急変による遭難を防ぐためには、飛行前に十分な天候予報を確認することが不可欠です。特に山岳地帯や海上での飛行では、急な風や嵐の発生が命に関わるため、エピソード2のように、天候が急変する前に対処できるよう準備することが重要です。天候が悪化しそうな場合には、早めに飛行を中止する判断が必要です。8. 適切な装備の準備。熱気球での遭難時に備え、適切な装備を持参しておくことも重要です。緊急用の食料、水、保温具などが役立ちます。エピソード7の夫婦のように、遭難が長引く場合には、持参した水分や食料を節約して使い、生存の可能性を高めることができます。9. 水分補給の確保。遭難が長引くと、特に乾燥地帯や暑い地域では、脱水症状に陥るリスクが高まります。水分を確保し、持参した水を節約して適切に摂取することが重要です。エピソード4の男性が実践したように、水を節約しながら救助を待つことで、生還の可能性を大きく引き上げます。10. 精神的な安定。遭難時に最も大切なのは、パニックにならないことです。どのような状況であっても、冷静に状況を把握し、可能な限りベストな選択をすることが重要です。エピソード5の女性が耐え抜いたように、恐怖に打ち勝ち、救助が来るまで精神的に安定した状態を保つことが生き延びる鍵となります。11. 緊急信号の発信。無線機や携帯電話が使えない場合でも、緊急信号を発信する手段を用意しておくことが大切です。発煙筒やミラーなどを使って救助隊や他の飛行機に自分の位置を知らせることができます。夜間であればライトや火を使って視覚的に信号を送ることも効果的です。5. ユニークな提案。1. 自動高度調整システムの導入。熱気球に自動で高度を調整するシステムを導入することで、遭難時でも一定の高度を維持し、風に任せることなく、ある程度のコントロールを保つことができます。これにより、燃料が節約され、緊急着陸の準備がより安全に行えます。2. ドローンによる救助支援。最新技術を活用し、熱気球遭難時にドローンを飛ばして周囲の状況を確認することで、安全な着陸地点を見つけたり、救助隊に自分の位置を知らせることができます。特に GPS 機能を搭載したドローンであれば、迅速な救助が期待できます。3. 自動無線通信システム。緊急時に無線で自動的に救助要請を送信するシステムを搭載することで、乗員が意識を失ったり、通信手段が途絶えた場合でも、救助が要請される仕組みを作ることが可能です。このシステムによって、乗員が安全に救助される可能性が高まります。
6、励ましと具体的なアドバイス。熱気球中の遭難は想像以上に恐怖と不安を伴う体験です。しかし、最も重要なのは冷静さを保ち、状況に応じた最善の行動をとることです。風や天候の変化を冷静に見極め、燃料や装備をしっかりと管理し、救助が来るまで体力を温存しましょう。あなたにはサバイバルに必要な力があります。パニックに陥らず、冷静に状況を把握し、次の一手を計画してください。救助は必ず来ます。どんな困難な状況でも、冷静な判断と準備があれば、必ず生還する道は開けます。あなたの経験と知識を信じて行動し、困難な状況でも希望を持ち続けてください。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。